欢迎来到阿姨圈呢。在今天的影片开始之前呢，阿姨有一个好消息想要跟各位小伙伴分享，就是阿姨筹备1年多的 Re 线上课程终于开跑啦！有看阿姨这支影片的小伙伴呢，都会知道阿姨只用了1年多的时间就考到了 JLPT N1，就有很多人好奇阿姨是如何做到的。其实呢，诀窍就只有一个，就是学有用的字。阿姨有看过很多 Re 的课本里面，都很常会出现一些我们生活中不常用到的 Re 单词。如果撇除这些学没有用的字的时间，把你所有的时间都专注在学有用的字的话呢，你就可以更快更轻松的掌握 Re 啦。这也是为什么阿姨要花1年多的时间来筹备这个 Re 线上课程，为的呢就是把课本里面精华的精华给抽出来，让各位小伙伴可以更轻松的学日语。目前的课程呢是针对日语零基础的小伙伴，时间方面和学习进度都可以依照个人的需求来进行调整。那如果你是已经会日语的小伙伴，但是想要提升日语的兑换能力的话呢，阿姨这边也是有另外准备一个口语的训练班。在那个课程里面呢，主要是会训练在日常生活中如何去跟日本人进行交流。学费方面呢，肯定也不会比外面来的贵，这一点各位小伙伴可以放心哦。如果想要知道更多的详情呢，可以到阿姨的 Instagram 又或者是 email 来找阿姨哦。それでは始めましょう。Hey, what's up？ 今天这支影片呢，主要要访问一个阿姨的朋友，他是在日本居住了5年的中国人。为什么会想要访问他呢？是因为他的 Re 竟然能让日本人都不知道他是外国人。我就很好奇他到底是怎么学日语的，就是有没有什么特别的方法，我自己也不知道哦。所以今天的计划呢，就是要把他学日语的诀窍给挖出来，我们就看下去吧。Hello， 我是阿姨。Hello， 我是廖一。廖一出生于中国浙江，兴趣是看小说、听歌和玩游戏。关于他的名字呢，有一个特别的故事，有机会再跟大家分享哦。你在这个之前，你有做过类似这样的访问吗？可能有吧，不太清楚了。Do you know what topic we are going to talk about today? I don't know. Do you have any idea? Like just guess. Maybe my Japanese life. Oh yeah, it's quite close. We are going to talk about 日本語。Okay. 日本語 OK. I see. まず一番最初に習ったのは普通に母国語の中国語、それと、自分のとこの方言と英語と日本語。Oh my god! Wow! 日本語の勉強は、勉強っていうかちゃんとした授業とかもまだ行ったことないし、ただ自分が行ってる学校のクラスには中国語を話すのは自分だけで、他のみんながみんな全員日本語を話してで自分はもう日本語を話さないといけないっていう環境にいて、そう家に帰っても日本語だけにしてくださいってお父さんに要求されて、だから学校にいる時も家にいる時も全部日本語で話すから、とにかく話すことと聞くことだと思います。もうちゃんとしたその教科書とかみんなの日本語みたいな教科書を見なくても勉強しなくても、多分話せるようにはなると思います。最初は結構きつかっただね。そうだね。最初は何も話せなかったから、その周りの人が自分のことに対していいことを言ってるか悪いことを言ってるか全然分かんなくて、ちょっと辛かったね、最初は。もし興味あったらなんかアニメとかも見たりしたらいいと思います。アニメの後の日本語を聞いて、あと教科書使わないって言ったけど、基本的なひらがな、カタカナとかは、勉強しておいた方がいいよ。これは絶対ですよ。そうですね、そうですね。それはね、なんかもう中国のピンインみたいな感じになるので。そうだね。ピンインができなかったら、漢字も読めないし、そんな感じになると思います。
じゃあ、りょういちいつも見るのあれ、アニメとかありますか？アニ好きメな、そうですね。アニメだといろんなアニメ見ましたね。とりあえず自分が一番大好きなやつは、ワンピース。あと、ナルトとかもそうだし、いろんなアニメ。あと、その時期に流行ってるアニメを見たりします。じゃあ、呪術廻戦とか。そうだね。呪術廻戦とか、鬼滅の刃とかも、去年一時期流行ったし、今も流行ってると思うけど、そういう流行ってるアニメを見たりするのもいいと思います。どっちが好きですか？好きって言ったら、鬼滅の刃かな。じゃあ、自分が好きなキャラクタキャラクター、東京グールだと金木くんだね。ー？じゃあ、可愛いのは？かわいいやつ。ワンピースのチョッパー。チョッパー。可愛いですね、それは。わかるわかる。トンパー。どのぐらいはかかって日本語が話せるようになるんですか？多分これはみんな気になる問題だと思うけど。いや、本当に毎日喋れば、毎日聞けば、だいたい1年くらいはもう結構上手くなると思うんだ。で、やっぱり環境とかが結構大事だと思います。じゃあ、もし日本がなんか来れない状態だったらどうやってその環境を作ると思いますか？日本語が話せる環境とか。そうだね。2 hours later. 日本語の映画とかアニメとか見たりして、あと SNS で日本人の友達を作ってその人とメッセージ送ったりしたりしたらいいと思いますけど、あと本当に仲良くなったら普通にその人と電話したりするのもいいと思います。そうですね。でもなんかネットで日本人の友達作るのは結構あれ難しいと思わない？なんか日本人結構シャイのイメージがするので、それはどう？いやでもみんな外国人って聞いたら多分友達になってくれると思うんですよね。やっぱり日本人は特に自分にこう人に見せるようなものがあるならすぐ見せちゃう人で、多分外国人の友達ができたら自分の周りの友達に俺外国人の友達ができてよかっこいいやろみたいな感じになるから、多分すぐ友達はできると思います。3回受けたね。1回目はなんか先輩に騙されてめっちゃ難しいよとか言われたからちょっとじゃあ N3 からまず受けてみようってなって、N3 行ったらほぼ満点だった。それで次にじゃあ N1 難しいから N2 受けてみたらって言われて N2 受けたらやっぱりほぼ満点だった。それで N1 行ったら合格しました。その時はもうどのぐらい日本語を勉強した？その時は多分2年目ですね。2年目。すごいですね。でも最初から N1 受けた方が楽だよね。一番最初の自分は N1 自信なかったね。でもやったことないでしょ、その前は。やったことないです。じゃあどう思いますか？結構難しいですか？いや、自分はその中国出身だから、漢字とかを見ると、大体こういう意味だなっていうのがわかるから、多分他の人よりはその日本語とかを勉強するときに、理解しやすいというか、その他の国の人だとみんなアルファベット ABCD とかだから、漢字は初めてで、みんな漢字難しいと思ってるから、自分はちょっと漢字わかるから有利かなと思ってて。そうね。なんかレベルが上がっていくほど漢字が多くなるので、結構中国語ができると楽だよね、それは。そうですね。中国語ができると日本語を勉強するときは楽だね。そうですね。昔の友達なんかみんな中国語をポチポチ話せたりするので、たまにこう日本語と中国語混ざって話すことはあるね。例えば私って言わないで我って言って今日ご飯食べるよみたいな。そう今日図書館行くよみたいな。むずくないのそれは？いや、その人たちには通じるんで、その人たちからこういうことを言ってくる。本当になんかなんやこいつらって感じだけど、本当にそういうやつらだった。あなたは日本人ですかって言われた
ったこと結構多いですよね、多分。いや、毎回言われます。毎回自分から自分中国出身です、自分中国人ですって言わなかったら、みんなも普通に日本人だと思ってて、で、毎回それ言い出した時に、中国人なの？全然わからなかった。我是刚来这边，就是直接把我扔到一个全是日本人的环境中，所以身边只有标准的日本人，他们说都是标准的日本话，所以跟他们说起话来，你就比较容易 get 到那种日本人的语调。就是因为你一开始的时候就没有学过，比较不正宗，算不正宗吗？对，我不是跟着，比如说很多人都是，比如说像我我不是中国人嘛，但是很多中国人他们就会在中国国内找那种会说日文的中国老师，跟他们去学那种不标准的日文，所以他们可能会被带偏一点点。从最开始就学成那种不标准的日文的话，可能就后期就很难改回来。但是对。別に通じていても外国人のこと、そう。じゃあ日本語が難しいと思いますか？いや、本当にね。今まで習ってきた中の言語で日本語が一番簡単だった。じゃあさっきも言っただったらね、なんか4つの言語が話せるでしょ。そうだね。その順位とか難しい順位、その難しい順位って言ったら、一番難しい言語から言うと、自分の環境とかも、あと、使うヒントにもよるんだけど、でも全然そういう環境にないし、話す機会もないから、英語がもう本当に苦手で、英語は一番難しいかなと思ってて、でから自分の方言で、日本語、中国語がやっぱり母国語だから一番簡単かなと思っています。で、方言は僕13歳までしか中国にいなかったんで、13歳までしか方言習ったことがないんですよ。で、方言はやっぱり自分のおじいちゃんとかおばあちゃんの方たちと話すんだけど、話すチャンスも少ないけど、めっちゃ話せるわけじゃない。だから2位にしました。でもおじいちゃんとおばあちゃんは方言しかあれですか？そうだね。おじいちゃんとおばあちゃんは方言しか話せない人たちで。でも昔住んでいる地域はもうほぼ方言ですか？そうですね。中国って言ったらね、もう方言だらけで、このなんか2キロくらいしか離れてない村でもう全然言葉が違うっていうことが結構あるんで。いや、日本語簡単と言っても多分その中から難しい点とかあると思います。例えば漢字とカタカナとひらがな、どっちの方が難しいと思いますか？一番最初はね、漢字が一番簡単で、でひらがなでカタカナ。そうですね。なんかみんなカタカナ結構苦手人が多いって聞きました。そうですよね。普段の生活の中でも、こう路上に出てきた看板とかも全部ひらがなと漢字でできてるから、なんかカタカナを見る機会が少ないし、みんなひらがなを使ってるから、カタカナの方がみんな苦手かなって思う。確かに。私もカタカナのなんか長い音とか苦手で、あとはその音声上がったり下がったりすることも、橋とか。橋、そうだね。感じで、それはなんか学ぼうとしても学べないじゃないですか。確かに誰かがこう言ってくれないと、もう、橋っていう、ひらがな2つ書いてあるだけでもう、これはどっちなのかがわからないから、そうだね。僕の場合でも周りの人たちみんな中学生高校生だったからみんな敬語とかこういうの使わないしもう普段の口語で話すからあんま敬語を使う機会がないのね。だから自分も一番最初あんま話せなかったんですよね。で、だんだん例えばサークルとか入ると先輩たちがいてその先輩たちに敬語を使わないといけない環境になってくるからそこで多分学べると思うよな。そうだね。日本語といってもなんか結構方言とかも多いと思いますよ。確かに。でも日本の方言って言ってもあんまり変わらないんだよね。ただなんかの単語が違うだけで。じゃあ可愛いとかかっこいいと思う方言とかない？でも方言ね、自分もあんま詳しくないから言えないけど、自分とこの横浜だと何々ちゃんみたいなちゃんじゃなくて、例えば
クリスティンちゃんとか、ちゃんじゃないよ。これこれちゃん、これこれちゃんのちゃんです。そう。でもちゃんって普通語じゃないのそれは。なんか横浜でしか言わないらしい。あ、そうなの。自分はよく聞いたのは、あるといるを間違える。ああ、そういうことね。そう。あるといるはね、一番最初は間違ってたかな。自分で結構間違ってたのは、自動体と非動体っていうのはわかるかな？就是自动跟被动的语言。就比如说，それはね。就比如说桌子上有一个东西，有一个橡皮，然后你把那个橡皮不小心给它弄到地上了，掉到地上，然后那个时候你不是说消しゴムが落ちた？因为它不是自己掉下去的，你要说消しゴムを落とした。对，这个东西最开始有犯过错。まあ、日本人らしい日本語って言ったら、まあ外国人の人はみんな真面目にありがとうございますみたいなこと言うけど、日本人だとあざーすあざーすみたいな。そうそう。あとはおはようございますとか、それもそうだね。なんか挨拶するときは。そうだね。じゃあ、日本人が一番よく使う日本語は何だと思いますか？一番よく使う日本語。とかもよく使いますね。本当によく使うのは、例えばみんな緊張してる時、思い出せない時、スピーチとかプレゼントとかの時、とか結構使うんですよね。それがなんか結構怒られたりするから、そうなの？気をつけた方がいいと思います。そうなの？英語のスピーチなのに、どうぞ。いやもう全然違う。もう日本は楽すぎる。中国だと毎週テストがあって、毎月テストもあって、もう課題とかも山々で、日本だともう全然課題もこんなちょっぴりしかなくて、あともうみんな遊んでる感じで楽なんだよな。本当に受験したい人だけはこう自習するんだけど、毎日こう自分で頑張って勉強したりするんだけど、他の人はもうだらだらして遊んだりしてるから、そこら辺はやっぱり中国の方が結構重く見てるっていうか、そうだね、重視してるとこ。有什么好像留级制度吗？应该有吧。留级吗？国内留级制度我也不是很清楚，但是日本的话就会有。日本的话就是他们把这个说浪人，用那个中文的汉字来说就是浪人，那个海浪的浪，然后人就是普通的人，就是对。所以是什么？就是留级的人叫浪人吗？对，留级人叫浪人，他们就是流浪的人，没有回家的地方，就是没有去的地方的意思，浪人。然后就是他们考大学、考高中，然后没有考上，所以他们就是高中毕业之后会自己在家里努力学习1年，然后参加下一年的考试，然后再考上大学，再去读大学。对。那我也是有当过浪人哦。对。結構いると思うけど、英語を話す日本人の方が多いかな。でもこれからは多分中国語を話す人も増えてくると思います。いやなんか全然英語話してないだよね、私たちは。いや、この問題は英語で聞くわ。マジか。OK。It is hard to express your emotion by using Japanese。意味わかりません。就是怎么说呢？就是你再说一遍。Is that hard to express your emotion by using Japanese? No。我的话可能就比较日本人比较多，因为而且有些时候我发现在这边住久的时候，用日文的次数比较多嘛，所以很多时候想要去解释一个东西，我不会想用中文去解释，我会用日文去解释，因为我当时脑子里想的出来的全是日文，对，所以很多时候就会用日文去解释。刚开始我跟他见面的时候，我以为他是不会中文的，就算我知道他是中国人，因为他就話しかけてくる時はもう全て日本語なので、しかも日本語はめっちゃベラベラで，我就以为你完全不会中文，所以我就他有一点难沟通。刚开始的时候，一马太久。最开始我也以为他不会说中文，所以我以为他只会说英文。可是我看起来不像是会中文的人吗 ？No。いや、全然ない。日本で英語を喋る機会とか勉強する機会は全然ないと思います。もうすべてカタカナだわね。そうだね。マクドナルド、スタバ、スターバックス、テイクアウェイ、テイクアウト、シェアフライ、ミランダポテト、ユーミン、ホットケーキ。
次の問題は I think most of them would like to know this is that 若者たちの言葉あるいは悪口、自分もめっちゃ知りたいの。なんか例えば新年快乐あげましておめでとうございますだと長いからそうそうみんなめんどくさいしもうちょっとずっとあげおめみたいあげおめ、なこと言うからそう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 。あとさっき言ったアザースみたいなのもそうだし、なんか省略したがるんだよねみんな。前教えてくれたのあれ何でしたっけ？切れるあだよね。切れるそうそうそう。切れるはそうだねカチンとくる就会生气嘛生气的时候就会说切れる。切れる。じゃあ悪口は？悪口自分がしているのはバカとか、うんアホとか、あとクズかな？クズはまあちょっと違うけど悪い言葉だけどなんか頭悪いとかじゃなくてクズは就是人渣。对。会比较贬义。那还有什么吗？除了这些？就是你们知道有一个叫做羊梨的东西吗？西方那种西洋的梨，羊梨就是比较软的梨，不是脆脆那种。OK。羊梨他们叫ヨナシ日文，然后它就是有一个谐音梗，就是ヨナシ用处的用，那西就是没有用的ヨナシ。对，他们会叫ヨナシ。哦，是哦，我第一次听过ヨナシ。可是我觉得就是其实知道了好像也没有很好，因为你知道了之后，你被骂的时候你就会知道了。就是好像虽然巴嘎，有些人会把这个来当做是一个还蛮有趣的东西，但是你真正被骂的时候，其实还蛮伤啊。然后我就是有被骂过，你知道，就是之前在工作的时候，因为我那时候日文不是很好，客就打电话来，我就一直听不懂，然后周围的人都很忙，我又找不到人家来帮我，所以我就不能，然后他就直接骂我们巴嘎拉罗什么之类这样子。那时候我第一次体会到被别人用这个字来骂我的时候，那时候是真的是很 hurt， 因为每一次好像巴嘎这个真的是大家都知道的词，然后过后我们平时有时候在生活中也会把它拿来开玩笑，但是当你真正是被日本人讲的时候，又是真的是不一样的感觉。哦，你自己生气的时候，就好像有些人生气的时候，他会想要骂粗话。那你会吗？骂粗话吗？对。你说用中文还是用日文？都有，就是我很好奇你是用哪一个？分人啊，对方是什么人就用什么语言骂他。没有。就如果你是生气你自己的话，对自己生气吗？哦，我不会对自己生气啊。如果对身边这些很亲近的朋友生气的话，我可能会爆粗话，因为大家都会互相爆粗话，就是开玩笑那种，不是真正意义去伤害他那种。然后如果是那种外面的不认识的人这样对他们生气的时候，不会骂脏话，但是情绪会比较激昂，声音会变大一些。然后那个时候我真的很羡慕那个时候自己就真的发现我的日文好好，就我的脑子很清晰，我能把每一句话我都讲得很清楚。不会绕舌，而且每一句话都有条有理。我发现那个时候自己就是真正的日本人，就是让他说的还不回来话。那我很好奇的就是，你觉得如果在当时候的情况换成中文的话，你可以骂得那么流利吗？我用中文的话骂得更流利。哦，真的吗？我用中文的话还会带粗话呀，真的。哦 ，OK。話しかければ友達になれる。そう頑張ってください。でも不知道是我自己的问题还是什么，就是結構日本人の友達と作るときは距離感を感じる。確かにその日本人は就是表里不一，你知道吗？表里就是对，跟你见面表面上就是跟你好像关系很好的，就跟你什么真好，我们好朋友这样，但是过个2天他就不认识你，知道吗？对呀，他其实就是怎么说呢，很虚伪，你知道吗？虽然说这样说他们不好，他们做什么事情对什么人都是很虚伪，特别虚伪，所以这就是我不是很想找日本女朋友的原因之一。我相信都会有例外，でも男だったら多分少ないじゃない？不一定，很能装的男孩子也有。也有。あったことなる。就是那种社交男，你懂吗？就是跟每个人都好像关系很好，但是其实对谁都无所谓啊，过几天就把你忘了，过几天就是你谁啊这种感觉。でも友達いっぱいだよね。問題ない。それは問題ない。没问题。さっきも言ったように
とにかく話すことと聞くことだけだと思います。もうほぼ毎日使ったらもうすぐ日本語上手くなるから、皆さん頑張ってください。じゃあ最後。これもちょっと似てると思いますが、なんか日本語を勉強している人、あるいは勉強したい人たちへの一言、アドバイスとかもう何でもいいので、もうこれで終わりなので。中国語でもいいです。你们呢，就是如果想要学好日文的话，你们就多听多说。然后，如果说想要把日文运用在自己的工作上的话，可能就需要你们去练习写作呀什么的。毕竟要写日文的一些报告嘛。对对对。如果可以的话，我是推荐你们去听日文歌，多听日文歌，然后多看日本的那些动漫啊。如果喜欢 drama 的话，也可以去看那种电视剧什么的。日本的朋友呢，你可以选择交，也可以选择不交的。其实对，但是你当然你想交的话，就还是去交。然后再加上日本女孩子也是确实可爱的蛮多的。如果你们要是喜欢的话，可以努力一下，对吧？努力一下。日本帅哥也很多，日本帅哥很多，你们。Seriously? Yeah? I don't think so. OK， 确实屌丝也很多，所以你们需要自己用明亮的双眼去鉴别一下。好了，感谢大家的观看。对，谢谢大家。So if you have any question, you can leave it in the comments. So if no, we will see you next time. Bye bye. 拜拜。なんか前に結構面白い話聞いたんだよ。在日本不是有时候你们打招呼的时候会押すとか言うじゃん。そうだね。押すとその目をの押す同じでしょ。目を男生の那个动物的押すとメス。なんか変なダジャレみたいなやつ。つまんねえダジャレなんだけどな、その押すって言ったらなんかmess 什么什么那种窗口啊，像那种他们服务不周或者是他们出错了，对啊。それをマジで直接翻訳するじゃん。窗口で。I was going to talk. ちょっと待って。わー。